今日はちょっと秋にぴったりなバレイヤーズのデザインやってみたいと思います。人と一緒だとちょっと外れたくなるアウトロータイプですね。一緒ポケモンチャンネルやってるんですよね。そうです、やってますですよね。ガチ勢です。で使うレシピがゴールドとペールラインのペールシルバーと、ありがとうございます。感じで、可愛くやってます。先日ワクチンの2回目を受けてきたんですけども、腕が腫れて上がらなくなるって聞いて、お尻に打ってもらえないですかって言ったら丁寧に断られたスタイリストのちくわです。よろしくお願いします。すみません。今日のモデルは夏みかんさんです。よろしくお願いします。今日はちょっと秋にぴったりなバレイヤーズのデザインやってみたいと思います。今のモデルさんの髪の状態はこんな感じです。過去にインナーカラーをやってて、少し中にブリーチした跡があるんですけども、根元が伸びてて結構色が退色しちゃっていて、若干傷んで見えるような状態なんですけども、こちらを少しプラスオンの、ハイライトとかバレイヤージュ入れることでガラッとデザインに変えていきたいと思います。この動画をご覧になると、普段サロンワークの中で使えるアイデアだったりとかイメチェンの参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では行きましょう。よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。さて今日どうしましょうか。今日は、ブリヤージュとかバレイヤージュそれがやりたくて、もともとブリになるのが嫌いで、すぐパックリになっちゃうのが嫌だなと思ってたけど、毛先は明るいの方が好きなんで、カラーとカット希望です。わかりました。今もでもここすでにガツッとインナーカラーが際立ってますよね。嫌なんですよね。もうなんかみんなやり始めちゃって、人と一緒だとちょっと外れたくなるアウトロータイプですね。一緒そうなんだ。なるほど。じゃあちょっと変えましょうか。でちょっと事前に聞いた話だと、ちょっとイエロー系のブラウンとかああいう感じはちょっとゴールドっぽい感じがいいんですよね。なるほどね。少しここに立体感出すように色を加えてあげたりとか、あと表面にちょっとこう筋状に出るように入れてあげると、今のデザインにちょっとこうプラスオンして多分変えれる感じがするので、そんな感じでいきますね。お願いします。カットはちょっと整えるぐらいでいいですかね。わかりました。わかりました。なんかすごいちょうど今の季節の秋っぽい感じぴったりですね。そうですね。秋っぽくしたくて可愛くします。お願いします。お願いします。それではカラーしていきます。今ざくっと見ると過去にやってたところが結構頭の半分から下ぐらいのところにすでにこうインナーカラー入ってるので、ここにはちょっと後で少し暗い色を入れるような感じで、上のデザインと馴染むようにしていきたいと思います。で上の方がこの上の部分なんですけど、ここにちょっとこうバレイヤージュ入れていく感じで、描いていきます。でなんかやっぱ上品な感じにしたいので、あんまりなんかこうイケイケな感じじゃなくいきたいと思います。で使うお薬はこちらシュワルツコフの、ファイバープレックスのブリーチなんですけども、こちらのクレイブリーチの方ですね。最近新しく出た、クレイブリーチ、ちょっとなんか粘性がしっかりしてて、で抜けるのがゆっくり抜けるような、少しダメージ向け用のブリーチになってます。こちら使います。ただちょっと粘性が硬いので、少し操作性を良くするために、煮液が 6% で3倍になってます。こちらいきます。じゃあいきます。下の方は今回は後でローライト入れるので、上のところにスライス薄めでバレイヤージュ取ります。なんかあくまでも薄めです。顔周りの方に出るところには細く入って V 字です。
ケモンチャンネルやってるんですよね。そうです、やってます。ですよね。ガチ勢です。いや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 、夢があるよね、夢があるよね。YouTube ですか？夢がポケモン GO。ポケモン GO ハマってたよ昔ハマってた。何年も前ですよね、みんながやってた。そう、でも今でも好きな人いるよね。いますね、多いですね、結構多いよね。多いです、だいぶ。お客さんでもここでやっぱり施術してる間にいつも狙って撮ってるポケモン GO やってる人集まってきてください。確かに絶対ここでやりながら美容室行きながら。そう、美容室行きながらさらにジム制圧ね。最高です。一石二鳥。今日品川で降りたじゃないですか、駅から来て。あ、そういえば今日どこから来たの？原宿駅。じゃなくて。あ、そりゃそうだ。品川から歩いてきたじゃない。そういうことか、愛知です。愛知から？はい、あ、そうなんだ。ありがとうございます。愛知から来てくれたの？そう、愛知から。そうなんだ。愛知と東京近いから。まあそうだよね。まあでもね、緊急事態宣言も明けましたしね。本当それ。ね、それが大きいよね。大きいです。それがなかったら私これ取れない。確かに。これでちょっと回してた。それでは今度根元の方と中間部、塗っていきます。で根元の方のレシピがこちら、ミルボンのオルディバディクシーですね。で根元のレシピがスモーキートパーズの5と、サファイアの7が1対1で 6% です。で根元の方はちょっと暗めな色にして、で中間部も少し、トーンを下げます。でやっぱり中間部にトーンが下がるからハイライトとかバレエアーズがくっきり見えてくるので、中間部の方も少しだけトーンダウンするんですけど、この部分をトーンダウンするんですけども、使うレシピは、スモーキートパーズの7と、サファイアの7で比率が2対1で 3% です。はい、やります。このブリーチがさ、すごいなんか優しく抜けるからさ、ゆっくり抜けるからね、使いやすいのよ。そうなの。なんか普通のブリーチだとこう置いてる間にもキンキン抜けてっちゃって、なかなかねタイミングを作るのが難しいんだけど、こういうブリーチあると本当に仕事しやすい。ブリーチってどんだけ種類あるんですか？めちゃくちゃある。いや、めちゃくちゃあるよ、やっぱり。強さとかね、硬さとかね、抜けるのもメーカーによって違うからね。YouTube って伸ばすの難しいよね。難しいです、本当に。本当になんか他の SNS より難しいって言われてる理由がやってみて分かったって感じ。本当それ。ねえ。勉強になるけどね、いろいろとさ。本当それです。何気なくなんか普通に見てた YouTuber の人がすごく見えるようになってるよね。それ。すごいなこの人って思うよね。めっちゃ思います。どんだけ考えてこれを走ってるんだろうとか、編集の仕方とかも見たり。本当だよ、もう教科書だよ、教科書。本当それです。テレビ見てても最近なんかこのテロップの色使いとか。そう見ちゃうわかる、見ちゃう。ちょっとだけ時間置いて一回流します。はい、バレエやジュレ終わりました。次ボンカラーしていきます。今こんな感じです。見えますかね。だいぶキンキンしてたのがだいぶ落ち着いて、こうちゃんとこうなんか筋状にラインが入っているのが見えますね。うまいこといきました。はい、やっぱりこのバレエアージュ際立たせるためにベースもちょっとトーンを下げないとなかなかその筋状なラインがしっかり見えないので、中間部までちょっと暗くしました。はい、でオンカラーします。で使うお薬はミルボンのアレキシーです。はい、別にこれ案件でやってるわけじゃないんですけどねただ好きなんで使ってるんですけどね。で使うレシピがゴールドとペールラインのペールシルバーとクリアの0番で比率が2対1対2で 3% です。でゴールド意外にこれちょっとなんか使い方によってはすごく綺麗な色が出る色で、これ単品でいくとちょっと色が濃いので、少しくすませたペール系のシルバーとあんまり暗く入ってハイライト潰れないようにしたいのでクリア入ってます。でウェットの状態で塗ります。はい、塗ります。
これ事前にリケラの、CMC のミストで前処理してあります。ちょっと栄養をしっかり補ってくれます。で塗り方的にはまず中間部まで塗ってから時間差つけて毛先までいきます。よし、時間をかけます。はい、はい、10分。はい、から終わりました。じゃあ今度カットします。で、今日はなんかあまり長さ変えない、整えるぐらいということなので、ちょっと傷んでるところを切りながら、若干重めなシルエットで少し顔周りにレイヤー入れて、ツヤ感も残しながら軽さも出るような感じでね。はい、了解です。後ろはもう平行に切ります。まっすぐ。若干前下がり感出したいので板状です。板状ざくっと長さだけ切るので3段ぐらいでサバサバしていきます。若干ここグッと C シェイプして3つ襟の角を切ります。でこれからサイドにつながるライン切りますけども、バックサイドで一度まっすぐシェイプして落ちた自然の位置でこの角を切って一度ここにサイドも全部集めてきます。これで自然に落ちる位置に直してすごく前下がり感強いのでここの角を少しなだらかに切り返します。この時肩が当たるとすごく跳ねやすいので肩外して落ちる位置ここで切ります。そしたら全部後ろの三つ襟の毛をギュッと絞るようにシェイプしてここの内側の出てくるここ切ると収まりが良くなるので全部一回前に持ってきてここです。上のも同様に一度こっちでさっきバックで切ったところに一度合わせて切って同じように前に持ってきてから下のガイドに合わせて切ります。ここです。なんか微妙にこう肩がつきそうなそういう肩で跳ねそうな場合は少しだけすいませんお客様にちょっと横を向いてもらって肩を外して切ると収まる位置ここすごく切りやすいのでなんか肩に当たりそうな長さの場合は少しだけお客様に横向いてもらうとここのラインすごく作りやすいんでここラインを切ったら顔周りを1回グッと C シェイプしてもみあげの角に出てくるここの角もちょっと切っとくと収まりが良いです。こんな感じで切りましょう。反対も一緒です。で軽くこれから少しだけレイヤー入れるのでフォルムは重さを残したいけどちょっとだけ顔周りに少しレイヤー入れたいので若干この辺から段入れます。あんまり横ワイドに広げすぎるとちょっとなんか古臭くなっちゃうんであんまり広げない。基本前髪は最近はもう狭め軽めみたいなのが多いよね。前髪はここが狭めになってサイドにつながってここに段が入って後ろの段が重なるっていうような構成。あんまり後ろまで軽くしすぎちゃうとなんかすごくシャバシャバ見えるので後ろの重さは残します。はい、これを軽く分けてちょっと引いて平行に引いて若干オーバーダイレクションかける。そうするとなんかこうふわっといった時もなんかとんがった感じにならない。でここだけ軽く角を取りましょう。はい、これで一回乾かします。は
はい、乾かし終わりました。こんな感じ。これで今ちょうど重さも残ってるし、顔周りにふわっとレイヤー入ったし、あとちょっとなんか若干こう馴染みよくするためにこれで少し縦スラ取ってラインを動かしていきます。ただ横スラで切ったものをしっかり縦でなじませてあげた方がすごくなじみがいいので、残すとこの重さの加減を見ながら減らしましょう。内側の重いところとか毛がたまるところは後でセニングで取るので、とりあえず表面の質感、これを重要視していきます。で下のセクション、耳後ろ毛がたまるところとかは根元から取っちゃいます。この時になんかこうセニングのギザギザの刃の方を上にしてやると表面に深々短い毛が出てこないので、切る時はちょっとこうそれ意識して切ってもらうとなんか内側シャバシャバした毛が飛び出てこないので、僕はそうしてます。この上に溜まってくるところはセニングで切っちゃうとパサつくので、スライドカットで重さ取ります。この辺結構厚みが溜まりやすいので、ここへこましてあげると上からふわっと下乗ってくる毛がちょっとこうふわっと空気感が出るので、バレエヤージュの束感をちょっとくっきりさせるような、そんなことを意識してふわっといい感じ。大丈夫。カラー終了しました。今巻いてもらってます。イエーイ。いい感じ。いい感じ。楽しい。いい感じやね。ほらー、かわいい。そのなんか動物になんか喋りかけるような。今日来てくれてありがとうございます。どうでした？結構傷んでてバサバサだったんですけど、その傷んでる部分も切ってもらえたし、あとイエローブラウンっていうブラウンイエローっていうね色にしてもらって大満足です。でハイライトとかなんて言うんでしたっけ、この細い線状のバレエアージュも入れてもらえて立体感もあるんでヘアアレンジも楽しくなりそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。感じで、はい、可愛く似合ってます。はい。はい、お疲れ様でした。こんな感じで仕上がりました。いやー、めっちゃ可愛くなりましたね。横ナングルはこんな感じです。はい、今日はバレエヤージュ、ちょっとやってみました。もともとインナーカラー入ってたところをちょっと、トーンダウンさせて、少しこう透明感があるような、少しアッシュの色に上にこうバレエヤージュが生きてくるような、こんなデザインになってます。はい。で使ってみたのも人気のアディクシーのゴールド、ちょっと秋っぽい感じのデザインにチャレンジしてみました。いかがでしょうか。もしご機会があったらサロンワークの中でも参考にしてみてください。この動画が面白かったらグッド評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また、チャンネルの中でイメチェンにチャレンジしてみたい方随時募集してますので、ぜひ概要欄の方からご応募ください。ではまた次の動画で会いましょう。またねー。